じめまして、こんにちは、こんばんは、ぼっちばばです。今日は高尾山に行ってきた一日の様子をお伝えしようと思います。まずはロープウェイ乗り場に向かっていきます。高尾山はもう5年ぶりぐらいなんですけれども、行く途中昔からあるお店があったりしたんですけれども、新しくできてるお店もあって、この時点にすでに帰り何食べて帰ろうかなとか考えながら歩いています。さて、ロープウェイ乗り場まで来ました。が、今日はロープウェイではなく、1号路から登っていこうと思ってます。1号路から登るのは今回が初めてなので、どんなコースがあるのか今から楽しみにしながら登っていこうと思います。それではロープウェイ乗り場を横見、どんどん行こうと思います。で、歩いていくと、よくわかってないんですけども、記念碑が結構続いていて、とりあえず記念に撮影しながら歩いています。で、入り口付近に近づいていくと、いきなり通行止めの看板が出てきて、ちょっとびっくりするんですけれども、車両通行止めの看板なので、歩行者は気にせず、どんどん歩いていこうと思います。ちょっとこんな立派な柵があるってことは、この看板でも、普通の看板でも強行突破する強者はいるのかなとか考えちゃいながら歩いています。で、次に目に浮かんでくるのが山火事注意。今までそんなに山火事って起きることないって思ってたんですけども、最近の山火事のニュースを見て、案外一言じゃなかったんだなって思いながら歩いています。ふもとは沢があったりして、普段こういう景色なかなか見ないので、この景色に癒されながら歩いていこうと思います。途中の折り返し地点まで来ました。ここに来るまで結構汗かいたので、帽子にいました。今日寒いんじゃないかなと思って結構着込んできたんですけども、天気が良くてもうすごいあったかいです。中腹の展望台のところまでやってきました。この手前に傾斜のある坂があったので、もう私はこの時点で結構バテてます。で、そして中腹といえども景色は最高です。で、この日は年末だったんですけども、みんな実家帰ったり大掃除したりして人少ないんじゃないかなと思ったんですけども、思ったより人多くてびっくりしました。これは尻目にどんどん頂上を目指して歩いていこうと思うんですけれども、で、ここから先は割と有名な道だと思うんですけども、この辺りからお寺までの道上には見どころが結構あるので、私は割と好きな通りです。で、この日来たのが12月末の、27、28だったんですけども、まだまだ紅葉はうっすら見れてよかったです。で、歩いていくと天狗が至るところにいたので、とりあえず映してみました。そして桜園のところまでやってきました。高尾山にはもう5、6回来てるってさっきも言ったんですけども、何気に1回も行ったことないんですよね、猿園。どんなところなのかちょっとわからないんですけれども、正直多分ここ行くことないんだろうなって思いながら、また猿園を横目にどんどん歩いていこうと思います。で、この先行くとおなじみのタコ杉が見えてきます。私この日まで隣のタコの置物にご霊気あるって思ってたんですけれども、絶対こっちの杉がご霊気あるんですよね。杉自体を触りたいところなんですけれども、当たり前ですけども触っちゃダメってあるので、諦めてお隣のタコ杉を目指します。もう思う存分撫で回していこうと思います。で、タコの隣に高尾山のいろんなところにある体にご霊気ありそうな置物もあるので、これも思う存分撫で回して、これで私は来年めっちゃ健康です。で、やっと仁王門に着きました。個人的に高尾山のここって開運のアミューズスポットなんじゃないかなって思うぐらい、
いろんな開運のおまじない儀式的なものあるので結構好きです。いろいろやろうとは思うんですけれども、とりあえずここで手着をしてお清めしていきます。でまず拝むのはここの縁結び。出会いは大切なのでちゃんとお参りしていきます。で出会いの守りも買おうと思って売り場の方ちょっとチェックしたんですけども、前回良かった守りがなくて今回は買わずにこのまま帰りました。ちなみになんですけども、縁結びの守りのところにはもう小中学生っぽい女の子が多くてちょっと恥ずかしかったです。でもがっつり物色させてもらいました。上の方に登っていくと、ここは入り口に天狗がいました。ここでもバンで帰ろうと思います。もうすでに何に効くのかちょっと分かってないんですけれども、体のどっかきっと良くなると思って、特に中年はガタンきやすくなるので、ここでもしっかり拝んでいこうと思います。で、この線香にうまく火がつかなくてちょっと手こずっています。で、さらにちょっとこの後線香この香炉に刺そうと思うんですけども、結構密度が高くて奥の方に刺したいんだけど服に火がつきそうで怖くて手こずってます。ここでもしっかり拝みます。ここを後にしてまた頂上を目指して登っていこうと思います。道の途中にはお祠やいろんなものも祀ってあるので、もう見たらとりあえず全部手を合わせていこうと思います。で、またどんどん登っていくとお寺が見えてきます。ここも結構人でにぎわっていました。ここに拝んでいこうとは思うんですけれども、ここにも体の一部の置物があったので、ここも撫で回していきます。で、拝んだので頂上を目指そうと思います。お寺の城の方まで少しこだわってて見応えがありました。もうここまで来たら山頂まであとちょっとになりました。で、途中に今まで撫で回した体シリーズの持参版があったので、これは珍しいと思ってこれもきっちり撫で回してきました。で、ここまで来たら頂上まであともう少しです。ちなみに右側の建物はお寺になっているんですけれども、結構数があって安心です。で、着きました。山頂結構人すごくて、年末なんでみんな家にいるって思ってたんですけど、割とみんなアクティブなんですね。で、この日は見ての通り天気が最高でした。ここの展望台の方にちょっと向かおうと思います。ここの展望台のところなんですけども、なんと富士山が綺麗に見えます。もうみんな富士山を背景に記念撮影する人でいっぱいでした。もう撮影会状態です。さて、本日一番のお楽しみのお弁当タイムに入ろうと思います。もともと高尾山に来ようと思ったのも、お弁当を持ってどっかに来たいなって思ったのがきっかけだったので、結構こっちがメインです。40過ぎて遠足気分でお弁当を詰めてきました。もう中身はひたすら自分が好きなものです。見ての通り中身は出来合いのものです。早速食べようと思いますが、眺めがいい席が空いたので移動しました。お弁当以外にも楽しみにしていたものがあって、それがこちら。ちょっと分かりにくいんですけども、豚汁に里芋を入れた汁物を持ってきました。肌寒い季節にこの温かい飲み物を飲んだら絶対芯まで温まるって思って、
絶対幸せを味わえると思って持ってきました。続いておにぎり。これも鮭のおにぎりが食べたくて持ってきたんですけども、これちょっとルンルン気分で一口食べてみたものの、おにぎりがまずいってどういうことなんですかね。ちょっとお口直しに他のものを食べながらちょっとお口直しします。でもう一個楽しみにしていたわかめのおにぎりで、これも楽しみにしてたんですけど、なんだかんだ美味しくいただきました。ごちそうさま。お昼も食べてちょっとまったりしたので、これから下山していこうと思います。で、帰りも歩いていこうと思いますが、今度は4号路から帰っていこうと思います。行きより山道間すごいんですが、まだ最初は階段があってそんなに辛くはないです。ただ進んでいくと結構もうガチの山道になっていきます。今回4号路から帰ろうと思ったのは吊り橋があったので、を渡りたかったので今回この道を選びました。結構吊り橋付近は人多かったです。で、吊り橋自体は揺れるタイプの吊り橋ではなかったので、そんなに怖くはなかったです。そして景色は最高です。で、やっぱり立ち止まっている人が結構多かったです。で、ここを後にしてまたガチな山道を歩いていきます。展望台まで降りてきました。とりあえずお団子食べます。味はくるみ醤油です。普通のお味かなといったところです。もうどんなにご飯いっぱい食べてもおやつは別腹ですよね。で、もう一個食べたかった高尾山チーズタルト。こちらも食べようと思います。ちょっと景色を見ながらまったり食べようと思ってケーブル手前のところまでやってきました。ちょっとカスタードクリームをイメージして食べたのですけど、100% 濃厚なチーズです。商品名チーズなのになんか勝手にカスタード味想定してたので、なんか食べながら頭の中が結構バグってます、この時。帰りはリフトに乗って帰ろうと思います。ちょっと本当は歩いて帰りたかったんですけれども、膝が痛むので諦めました。お年頃なんでね、このまま歩いて帰ったら明日足が死ぬなと思ったので、体力は残ってたんですけど、もうこれはやばいと思ってリフトにしました。で、実は今回初めて下りのリフトに乗ってみたんですけど、結構前のめりになる感覚があって怖いんですよね。で、見えてないんですけど、私高所恐怖症なので怖くて背もたれに手を回して落ちないようにがっちり掴んで持っています。でもそれと引き換えに景色が最高です。向こうを見るとまだほのかに紅葉が残っていたり、あと向こう側には都内を一望できたりします。では降ります。なんかちゃんと降りるところに位置が書いてあるので、その通りに行けば大丈夫です。そんなに難しくはなかったです。降りてきました。ここから参道を通ってお土産買っていこうと思います。で、マップがあったのでどんなお店があるのかなと見てみました。で、ちょっと眺めてたらいきなり滝を見つけてちょっと食いつけなってます。で、また早速食べます。これ酒まんじゅうなんですが安定の美味しさです。で、お腹も満足したところでこれで帰ります。もうどこを見ても景色が良くてまったりいい気分転換です。でもってお土産もちゃんと買ってきました。高尾山のそばになります。これで年を越す予定です。で、帰りに川辺を見てたらいろんな人が遊んでて、
寒いんですけど、今日は天気も良かったし、この浅さなら楽しいですよね。で、ちょっと名残惜しいんですが、これで家に帰ります。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。